昔々、あるところに一人の王様がおりました。王様には美しいお姫様がたくさんいましたが、その中でも末のお姫様はとりわけ美しいと国中の評判でございました。お城の近くにはこんもりと深く茂った森がありました。森の中には一本の古い菩提樹の木があり、その下にはこんこんと湧く泉が清らかな水をたたえ、太陽に照らされてキラキラと眩しく光っていました。末のお姫様は暑い夏の日にその泉の近くで過ごすのが大のお気に入りでした。ある夏の暑い日のことでした。末のお姫様がお気に入りの泉の近くで金のまりで遊んでいると、まりがお姫様の手をすり抜けて泉の中に落ちてしまいました。お姫様、どうしたんだい？不気味な声にあたりをうかがうと、お姫様の足元に醜いヒキガエルが一匹、お姫様を見上げていました。お姫様は涙ながらに金のまりのことを打ち明けました。かわいそうに。お気に入りの金のまりを泉の中に落としてしまったんだね。醜いヒキガエルはポンと膨れたお腹をたたいてこう言いました。もう泣かないで。僕がきっとその金のまりを見つけてきてあげるから。でもその代わり、まりを見つけてきたら僕にお礼をしてくれる？お姫様は、まりを見つけてくれたら何でもご褒美をあげると言いました。お姫様、僕の願いは一つだけ。僕をお姫様のお友達としてお城で一緒にご飯を食べたりベッドで寝たりしてくれる？お姫様はまりを取り戻したい一心で、どんなことでも叶えてあげると約束をしてしまいました。今の言葉、本当だね。しばらくして醜いヒキガエルは約束通り金のまりを口にくわえ、泉の中から浮かび上がってきました。さあ、約束通り僕をお姫様のお友達としてお城に連れて行っておくれ。ねえ、いいだろう？お姫様の足元からゆっくりと這い上がってくるヒキガエルのひんやりぬめぬめした感触に思わずゾクッとしたお姫様は、ヒキガエルをつかむと思いっきり泉に放り投げて逃げ帰ってしまいました。あれそしてあくる日、ヒキガエルとの約束をすっかり忘れたお姫様は、王様たちと一緒に金のお皿でごちそうを食べていました。すると扉の向こうからピチャリピチャリと大理石の階段を上がってくる音がしました。お姫様、王様の末のお姫様、
どうかこの扉を開けておくれよ。誰？私を呼ぶのは。お姫様が恐る恐る扉を開けると、昨日の醜いヒキガエルがぺっちゃりと座っていました。いや、お姫様、ご機嫌うるわしゅう。お姫様はぎょっとしてすぐに扉を閉めるなり、知らん顔で席に戻りました。しかし王様はお姫様の様子がおかしいことに気づいて、姫や、何をビクビクしているんだい？と尋ねました。お姫様は仕方なく王様に醜いヒキガエルとの約束のことを話しました。それはお前がいけないね。一度約束したことはその通りしなければならないよ。さあ、カエルを中に入れておやり。お姫様はしぶしぶ立って戸を開けました。途端にヒキガエルがぴょこんと飛び込んできて、椅子のところまでやってきました。お姫様、僕をテーブルの上に乗せておくれ。お姫様がいやいやながらヒキガエルをテーブルに乗せてやると、今度は、さあ、その金のお皿を僕の方に寄せておくれよ。そうすると、二人で一緒に食べられるから。と言い出すではありませんか。お姫様は醜いヒキガエルと一緒に食事をするなんて身の毛もよだちましたが、王様の言いつけを守り、ヒキガエルの言う通りにしてやりました。ヒキガエルがピチャピチャとおいしそうに舌鼓を打って食べているそばで、お姫様は一口一口が喉につかえる思いでした。ヒキガエルは食べるだけ食べると、ぷっくりと膨れたお腹を前へ突き出して、ああ、お腹が張って眠くなった。僕をあなたのお部屋に連れて行っておくれよ。あなたの絹のベッドの中で一緒にゆっくり眠りたいんだ。ぬるぬるぺっとりしたヒキガエルを指の先でそっとつまみ上げると、お姫様のお部屋まで持って行きました。そしてそっと隅っこに置くと、お姫様はベッドに入ってしまいました。ヒキガエルはペタリペタリとベッドに近づいてこう言いました。お姫様、僕と約束したよね。ベッドで一緒に寝てくれるって。さあ、その可愛らしい手のひらに僕を乗せて、お姫様の枕まで運んでおくれよ。乗せてくれないなら、僕がそっちに行くよ。なんていい匂いのするベッドなんだろう。お姫様、おやすみ。また明日も遊ぼうね。ヒキガエルの不気味な声と生臭さに耐えきれなくなったお姫様は、ヒキガエルをムンズとつかみ、ベッドから放り投げてしまいました。その晩、
お姫様はとても不思議な夢を見ました。あの醜いヒキガエルが美しい王子に姿を変えて目の前に現れたのです。ねえ、お姫様。もし僕がずっとヒキガエルのままでも、僕を愛してくれる？本当かい？嬉しいよ。その言葉を僕はずっと待っていたんだ。お姫様、僕はお姫様のすべてが欲しい。ね、いいだろう。次の晩も、その次の晩も、醜いヒキガエルはお姫様の枕元にやってきたのです。最初の晩は枕元で眠るだけでしたが、日が経つにつれ、ヒキガエルの要求はどんどん大胆になっていきました。こんな寒いんだもの。枕元じゃ風邪をひいてしまうよ。僕をお姫様のベッドに入れておくれよ。一緒に眠りたいんだ。さあ、僕をそのシーツの中に入れておくれ。ねえ、そんな風に僕をじらさないでよ。お姫様。僕を早くその中に入れて。天蓋のベッドには月の柔らかな光が照らされていました。いくら夏とはいえ、夜は少し肌寒かったので、ヒキガエルはお姫様の枕元でプルプルと寒そうに震えていました。お姫様は仕方なくそっとシーツを開けて、ヒキガエルをベッドの中に迎え入れてあげるのでした。ヒキガエルはゆっくりとお姫様の足元に入り、そのひんやりとした指でなぞるように足の甲から少しずつお姫様の足を登っていきました。ヒキガエルはお姫様の素足を撫で回すように、ひたりひたりとくるぶしから膝下、そして太ももの付け根の方まで入っていきました。その感触はお姫様をじらすように、ゆっくりと下腹部からみぞおちを登ってゆきます。じっとりと湿ってひんやりしたヒキガエルの体の感触に、お姫様は思わず声を上げそうになりました。どうしたんだい？僕のこの感触が気持ち悪いなら、大きな声を出してもいいんだよ。だって、この部屋には、お姫様と僕と二人しかいないんだからね。お姫様は不思議な人だね。こんな醜い僕をベッドに入れてくれて。お姫様、
僕がこのままずっと生き返るでも、こうしてまた暖かいベッドに入れてくれる。今のままの僕でも、せめて友達としてでも好きになってくれる。ヒキガエルがかわいそうになったお姫様は、そのままのあなたでいいわ、とつぶやきました。すると、まばゆい光がヒキガエルを包み、美しい王子へと姿を変えたのです。なんということでしょう。あの夢の中に出てきた王子は、まさしくヒキガエルの真の姿だったのです。驚かせてごめんなさい、お姫様。意地悪な妖精が僕に魔法をかけて、ヒキガエルの姿にしてしまったのです。元の姿に戻るには、どこかのお姫様があの泉から連れ出してくれて、同じお皿で食事をして、同じベッドで3つの夜を迎えないといけなかった。でも僕はそんなことは無理だろうと半ば諦めていました。目の前の出来事がまだ信じられないお姫様に、王子は優しく笑いかけました。あなたの優しく美しい心が妖精の魔法を破ってくれたのです。お姫様は素肌を晒している自分に気づき、恥ずかしくなってシーツで胸を隠しました。僕の最後のお願いです。父の治める王国に行って僕と結婚をしてくれませんか。僕はあなたを僕の妃として生きている限りずっと愛し続けます。お姫様は大きくうなずきました。こんなに美しい素敵な女性に巡り会えるなら、ヒキガエルになるのも悪くはないですね。王子はお姫様と長い長い口づけを交わし、その後もずっと幸せに暮らしたそうです。おしまい。